お疲れ様です。花洋館です。いつも見てくれてありがとうございます。ということで今回はこちら、シャロンセカンドラブライ大革命キンダムの感想動画になります。はい、そうです。アーカイブ配信も終わってね、みんなの熱が収まってきた頃に出すどうも仕事が遅い花代館でございます。まあね、あなたにとっては今更な感じだと思いますが、感想動画をアップしなければ私が一歩踏み出せないということで許してほしいというか、だいぶ良かったなーとかね、思ってもらえるとこの動画作った回がありますので、よかったら高評価、コメントお願いいたします。ということで、これからね、感想を語っていきたいんですが、その前にね、ちょっと大事なこと一つ話させてください。何かというと、今回のね、ライブに至るまでの背景をですね、今一度しっかり話したい。理由はですね、久しぶりにライブ参加したぜって方が結構ね、多かった印象だったからです。一応ね、サンシャインのライブとしては、8月のアゼリア、9月のギルティキスと有観客ライブ開催してはいたんですが、ご時世的に、まだちょっと現地は厳しい、苦渋の決断でですね、見送った方も多かったので、今回のね、宣言解除後のシャロンセカンドライブは、キャストさんはもちろん私たちファンにとっても、特別なね、ライブだったと思います。ということでですね、本来アゼリアファースト感想動画より作った資料を使って、去年のね、アクアライブの振り返りから話しますので、感想だけ見たい方は目次、チャプターを作ってますので、スキップしてご覧ください。それではよろしくお願いします。はい。2020年のね、アクアちゃんのライブについて振り返っていくわけですけれども、まずね、もう、この年は何と言ってもラブライブフェス。もうラブライブシリーズ3作品よりも伝説のグループミューズ様から、アクアセイントソの虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会、4つのグループが1つのライブに集結した合同ライブ。全ラブライバーが望んでいたと言っても過言ではない、まさにお祭りのフェス、年始めにありました。そしてね、このライブ構成がまたね、デイ1はもうミューズがね、鳥だったんですけれども、デイ2はアクアが鳥という、もう先輩が後輩にね、これからのラブライブを託したとも思えるような瀬戸り、ミューズと肩を並べられるほどに成長したアクアが誰もまだ見ぬ世界へ全力で突っ走っていく姿。さらにユニットライブ開催にシリーズ初5大ドームツアーの決定。もう2020年のアクアはすごい飛躍の年になるぞと。そんな気持ちの中、まずね、2月にギルキス・シャロンのユニットライブが開催されました。当時の気持ちをね、正直に言いますとね、ラブライブフェスがすごすぎてユニットライブはね、気楽な気持ちで言ってたんですよ。ですが、ごめんなさい。侮ってました。褒め言葉でもうバカみたいな、もうオタクが深夜テンションで作ったセトロみたいな、もうギルキスのマイマイデイドリ3-1ウォータブ。最高すぎましたし、ここで改めて思い知らされました。アクアの本気度。はい。で、残るアゼリアも楽しみだなってところで、緊急事態宣言により延期になってしまいました。でもね、さすがに世界で初めての事態ですし、仕方ない、こればっかりは。ですが、振り返りのライブもダメで、そのままね、中止になってかけてないんですけれども、ユニット集結するパーフェクトワールドも中止。さらには、シリーズ初の5大ドームツアー、中止。こればっかりはちょっとショックがね、大きかったですね。本当にもう、キャストさんもね、もう開催されるかわからない中、もう練習していて想像もつかないほど大変だったと思いますし、スタッフさんも本当に大変だったと思います。これに関してはもうラブライブに関係なく、他のコンテンツもね、同じ状況だと思いますけれども、ですが、ここで立ち止まるアクアではありません。パーフェクトワールドを失ったということで、初のオンライン生配信ライブ、ロストワールド開催されました。ライブのね、オープニング映像もね、ポップな音楽でね、もうこれまで失ったライブが流れてですね、もう皮肉込めながらね、面白おかしくしたなと思いつつも、改めてちょっとじっくり見るとね、やっぱ悲しすぎる映像だよなーっていうね。はい。そんな感じなんですけども、ね、オンラインライブもいいなっていうね、ちょっと皆さん思ったのではないでしょうか。遠征できない人もね、見れますし、当日行けない人もね、後から見返せるアーカイブ。でもね、ライブグッズとかはね、現地のノリというか、雰囲気をより楽しむようにね、買ってるようなもんなんで、そっちの財布の紐はね、あまり、緩まなかった人はね、結構いるかと思いますので、運営さん的にはやっぱ厳しい状況だと思います。はい。そして2020年最高のサプライズがありました。まさかのカウントダウンライブ。正直ここにも書いてますが、オンラインだからできたこと、と、当時は思ってました。まさか来年やるとは思ってませんでした。年明け3-1マイマイのダイヤちゃんハピバの流れは、
激アツすぎっていう感じでしたね。はい。そして2021年アゼリアファーストリベンジライブと地元静岡でこれまたシリーズ初の野外ライブが決まりました。しかし2回目の緊急事態宣言。アゼさんは中止に、場所が東京だったので自粛せざれなかったんでしょうが、タイミングが悪すぎる。でもね、5月、静岡ですよ。しかも野外だから、これはいけるでしょうと思ってました。しかし3回目の緊急事態宣言。でも、静岡は大丈夫かなと思ってる中、やはり中止になりました。タイミング。一応ですね、有観客ライブ開催はあったんですよね。2020年の10月、11月に横浜、札幌ですね、セイントスノーファーストギグ。そして2021年5月はもう埼玉でね、虹ヶ崎サードがあったんですよ。ただ、アクアちゃんだけタイミングが絶妙に悪かった。そんな中、ついに、もう2021年8月、帰ってきました。仙台アゼリアファーストライブ。もうラブライブフェス以来なのでもう1年半ぶりですねということでアゼさんに会えると、しかも最初の場所仙台で、こんなのもう胸が熱くなるに決まってますよ。そしてついにアゼリアファーストライブが無事開催され、ようやく一歩踏み出せたと。ここでもね、言ってましたね。そしてね、スワバが言ってました。本当にやれるかな？またやれないんじゃないかなと。そんな不安をね、抱えながら練習したんですよ。もうどれほど大変だったかもう自分なんかじゃもう想像できないです。もう本当に開催できて本当に良かったです。今回はね、もう金ちゃんが来れませんでしたが、そこにいるよとも思えるような瀬取りというか、パート分けというか、いやもうセカンドではね、スワは小宮さん、金ちゃん、3人完全体のアゼリアを見れることを心から願っております。という感じですね。一取り小人がアゼリアファーストライブに特別な思いがあって挑んだライブでしたと。そういう紹介をですね、本当はアゼリアファースト感想動画で言いたかった。なので、ここでちょっと消化できて、いや、良かったです。ありがとうございました。でですよ、これが今回のシャロンセカンドどう繋がるのっていうと、この思いがね、今回も似たような状況だと思ったからです。有観客ライブはもうアゼリアの仙台、ギルティキスの東京でありはしましたが、場所だったり、現地に行くにはちょっとまだ迷う世の中で、チケット取っても苦渋の決断で現地を諦めた方もいました。そんな中、ようやく緊急事態宣言が解除されて、久しぶりにちょっと現地行くかって方、それこそシャロンちゃんと生で会えるのは1年8ヶ月ぶりですよ。そりゃもう気合ありますよね。もちろんね、もうライブ行くの今回が初めて。楽しみって方もね、もういると思いますし、そんな感じでですね、もうみんなそれぞれ特別な思いがあって挑んだシャロンセカンドライブだったんだよと。それを感想前に言いたかった。ありがとう。長くなりましたが、そういう感じですね。アクアライブの振り返りは以上となります。ありがとうございました。はい。終わる流れなんですけどもね、本命はここからです。それでは、楽しかったシャロンセカンドラブライブの感想へ行きましょう。はい、お待たせしました。シャロンセカンドライブの感想編になります。まず先にですね、お前は何を見たんだっていう感じですが、私は Day2 の現地と配信を見ました。そして Day2 現地の席ですが、ごめんなさい、もうステージ前から6列目で優勝させてもらいました。ですので、今回は私目線と Day1 の情報わからなかったので、Twitter 民のね、情報をもとに話していきますので、よろしくお願いします。まず、今回のライブを語るに欠かせません。豪華バンドメンバーシャルドムズの紹介から入りますが、もう自己紹介からもうエンターテイナーでしたね。まず、ドラムのね、門俊太郎さんはですね、指先にですね、ドラムのバチを乗せて、もうバチ芸をね、やったりね。ベースの高野いつまさんはもう学校のチャイムで、ドゥドゥドゥンドゥンっていう感じで、学校のチャイムで挨拶。そしていつも短パンであると。で、ギター渡辺京太さんは、ギターで最後決めるときにね、一緒にフリーにね、回っておれっていうね、やってましたね。で、キーボード本間明光さん、生声でもう、よろしくお願いしますと。そして最後ギター拓也さん、本間さんと拓也さんのね、沼津行進戦艦の曲を披露するという。いやもう、ということでですね、もうギルキスのね、ギルティデビルズはもうかっこ
こいい感じがギルキスに合ってましたが、シャロとモズはもうなんだろう、みんなを楽しませようとするサービス精神というか、まさにエンターテイナーですよね。そんな感じがシャロンと合ってて、いやもう個人的にはもう全然良かったと思います。はい。まずね、オープニングですが、いつものね、デイデイデイとかブレイブハードコースターとかのね、リミックスではなかったんですが、もう、とても心地いい音、まるで深海にいるような神秘的な音楽から始まり、そして目の前に大きな貝殻の中に3人が眠ってるじゃありませんかと。1曲目、ある日、永遠みたいに。まず、あんちゃんが起きるところの表現がもうなんかがもう上手すぎましたし、衣装が素敵だし、何より3人が美しい。正直ね、いや、CD で聞いたときはまあまあ普通かなという感じだったんですが、いや、ライブでまあもうより好きになりましたね。からの、2曲目、ブレイブハートコースター。もう、まずね、この時点で分からされたと思います。生バンドの良さを、CD 音源との違いを感じやすい曲だったのかなと思います。いや、もう、CD 音源では満足できない体になってしまった。というか、私ですね、シャロンの現地初だったので、いや、もう、ブレイブハートコースターのね、わちゃわちゃ感、とても楽しかったですね。はい。そして、3曲目、My List to You。はい。みんな大好き、マイリスですが、もう、これはすいません。もう個人的な優勝案件を言わせてください。私がマイリスで好きな振り付けがね、あるんですけども、名前でパパンパンっていうね、腕伸ばすところあるじゃないですか。もうそこのね、パートの主歌手の時ですね、マジで真正面、センターより左側の方にね、主歌手ね、止まって踊ってたんですが、そこをもう目の前で止まりながらその振りを見れたんですよ。これはもう心臓止まってましたし、目も合ってたし、カッコ合ってない、カッコオタク特有のあれ。これはね、よくあるオタクのザレ事して流してくださいということで、いや、最高でしたね。はい、ここですね、自己紹介挟んでからの4曲目、恋になりたい役アリム。いや、まさかやってくれとは。ですね、メンバーセンター曲のハピートで恋役ミホラはですね、ユニットライブ披露はね、今までなかったので、いや、もう素直にね、もう嬉しかったですね。ようちゃん友情。そしてそのまま5曲目、海岸通りで待ってるよと。なんと言ってもね、海岸通りでズチャチャチャズチャチャのね、振り楽しいよね。そして来ました、ここからトロッコ曲。私の席はね、前なのでね、逆にトロッコ曲はね、ほぼ見えなかったんですよね。はい。ですので、せっかくなんでね、ちょこちょこバンドメンバーね、近いので、皆さん見てました。っていうか、拓也さん、ピヨピヨみたいな音を何吹いてたんですかっていう感じですけどね。はい。で、トロッコ曲から、ステージに帰ってきての6曲目、夜空は何でも知ってるのと、もう流れ的にね、海岸通りでね、もう怒りんぼ大会してね、いやなんだか眠れないなと。夜空を見上げていると。もうそんな感じの流れですね。いや好きですね。そしてこの曲といえば、主歌手のソロダンス。いや、かっこよかったね。そしてまたね、もう夜空にごめんねの後のね、ブレスもね、いや、良かったですね。はい。そんな感じですね。ライブの前半は終わりで、幕間アニメが挟まりますと。幕間アニメの内容は置いといて、とりあえずね、もうミニキャラチャイナドレスシャロンちゃんが終始可愛かったと。それ。でですね、内容は Day1 と Day2 で内容が異なったらしいですが、もう実はね、幕間アニメから次の曲までね、繋がってるんですよ。まずね、Day1 では最後にルビーちゃんが孤独になってからの孤独テレポート。Day2 ではチカちゃんたちとの繋がりは過去を何度やり直しても変わらないのかも。からのチェンジレス。はい。Day2 参加でしたので、チェンジレスはまあもうね、聞き入ってましたね。はい。ちなみにね、ステージ左右ね、3人で分かれてたので、まあね、近くの振りにをね、もうずっと見てましたね。まあ歌ってない時もね、振りしてますので。はい。でですね、ツイッターで知ったのですが、Day1 の孤独テレポートは、拓也さんのコーラスありだったらしいですね。いや、どんな感じだったのが、いや、気になりすぎるんですけれども、いやー、やっぱ生バンドならではっていう感じがね、していいですよね。全くなかったんで、そうだったのっていう感じだったんですけどね。はい。続いて8曲目。少女以上の恋がしたい。いや、これちょっと待ってって感じですよ。いや、ベースいや、とてもいいサウンドで、いや、もう少女以上の恋がしたい以上の
少女以上の恋がしたいっていう感じというか、バンド演奏によって、いや、ちょっと大人びたね、雰囲気になってて、いや、めっちゃ良かったんですよ、これ。いや、これは、最高だった。で、さらに続きます、9曲目。ホップ、ストップ、ノンストップ。いやー、劇場版曲来ましたよ。大体の人はもう、ヒフスライブブリですよね。もう盛り上がりましたよ。できなかったことができたりはね、もうルビーちゃんかなと思ってましたが、ヨウちゃんでしたね。いや、もう超絶可愛い、もうありがとう、パワー。はい。あともう一つ。この曲はね、やっぱりマリちゃんのね、印象が強い曲なんですけれども、いや、そんな中、マリちゃんパートをね、いや、チカちゃんが歌ってるのがもうね、いやー、3年生の意志がこうして受け継がれていくのかなっていう感じがしてね、もうエモくなりましたね。はい。そして、ここでですね、いや、一旦キャストさんはお帰りということで、休憩かなと思いましたが、まさかのインストラメンタルパート、歌なしのバンドだけで見せてくれました。リコジャンプハイと青空ジャンピングハート。こんなのずるいっすよね。いや、かっこいいに決まってるやん。聞かなくてもかっこいいに決まってるのにも、さらにね、もうすごかったというか、さすがだった出来事。もうそれはもう無言コール。もうね、アクアを追いかけてきたファンがもう声はなくとも、一体となってブレードを振る。もうインストだけでもね、もうサビの振りコピとかね、もう全部やってて、もう素敵な空間でしたよ、あれは。はい。でですね、インストパートでね、ステージに気を取られていた中、はい、次10曲目、元気全開、デイデイデイ、中央ステージから登場しました。チカですよです、ルビーです。3人合わせて、We are シャロン。いや、はい、これはもうシャロン曲で一番盛り上がるのではないでしょうか。楽しかった。続けて、11曲目、ダンスウィズミノタウロス。シャロンちゃんで聴けて嬉しかった。タオル曲なんですよね。もうファイヨン、I say you, はい。はい、楽しいし元気がもらいました。ちなみにね、中央ステージもね、私の席からほぼ見えてないんでね、ちょこちょこステージの方を見てたんですけども、いや、拓也さんね、結構動いてましたね。はい。でですよ。ここでね、一つ確認しておきたいことがあります。ギルキスセカンドライブでディープレゾナンス。シャロンでダンスウィズミノタウロス。これは何のカップリング曲かというと、未体験ホライゾン。つまり、アゼリアセカンドライブでは、って感じですよ。個人的にはもうミホラは特別に好きな曲ですし、ラフェスで現地で聴けなかったので、アゼリアライブで聴けたら、金ちゃんの素晴らしい歌声を聞けたらと願っております。はい。次、12曲目、桜バイバイ。いやー、もうよかった。生バンドも相まってね、もう最高ですよ、これは。それとね、あと、この曲はもうね、ライブ終盤のね、印象が強かったですが、いやー、途中で来ましたよね。もう、瀬戸りで語るってやつですよね。続けて、ハミングフレンド13曲目。アクア曲で CM に使われそうな曲ナンバー1。ハミングフレンド。来ましたね。いや、これもまた神曲じゃないですか。さらにバンドサウンドがまたいい感じになること。いや、もうこれはちょっと、尊しした方いるんじゃないっていう感じですよ。というかね、ダンスウィズミノタウルス、桜バイバー、ハミングフレンドの流れ、この生バンド強強編成でしょっていう感じですよ。もう最高の流れでした。はい。ここで魔界アニメが挟まります。でですね、幕間アニメのね、また次の曲への流れがありますと。アニメの最後にやったことないこと何でもしようよからのレボリューションってね、ルビーちゃんから言うですよね。もうゴージャスさんのごとくね、繰り返して終わるんですけれども、その後、ステージ上で、拓也さんのギターソロバチバチに決めてからのレボリューションつながりの曲。14曲目、ホイッスルレボリューション。これまた楽しい曲ですし、いや、ルビーちゃんのね、ヘイ、ね、可愛かったね。からの感想があります。CYR。ヘイ、大革命。メカキンダウンからのルビーちゃん。私たち輝きたい。
いからの15曲目スリリング雨。ああ、こんなの強すぎる。声が出せないのがもったいない。何よりあんちゃんの生きる熱さを感じたいだけさ。もうね、もう最強すぎだ。そしてもうね、何よりちかちゃんがいるにもかかわらず、ちかちゃんパートをね、ルビーちゃんが歌ったりしてたのが、もう3年生卒業後の赤を思わせるというか、ルビーちゃんの成長をね、もう感じさせてくれたというか、いや、最高でしたね。で、MC を挟んでからの16曲目、PS の向こう側、3-1で大爆発してからの王道アイドルソングということで、感情のジェットコースターがすごいことですが、まあね、こちらも聞き入ってました。こちらこそね、もう、ありがとうって感じで。はい。そして、アンコール前。ラストはこの曲。Day One 夢語るより夢歌おう。Day Two 勇気はどこに君の胸に。やっぱりこの曲だよ。いや、本当によかった。いや、この曲もね、ルビーちゃんセンターで歌ってるのがもうエモいですしね。もう最後のね、もう歌詞のね、やり残したことなどないそう言いたいね。いつの日にかのところ。いや、未だにね、私はもうオタクのね、もう歌声がもうなんか聞こえてくるんですよ。声が出した頃ですよね。いや、ほんともう、これまでね、語ってきましたが、ライブではね、もう盛り上がってますよ。こうね、アーカイブ配信、一人でね、見直しているとね、もう、なんかもう、何の曲でももうなんか、涙がね、出てきちゃうんですよね。かっけえでもなくし、もう最高かよって感極まってもなくし、好きすぎてなくし、もう涙腺どうなってんのっていう感じなんですよね。はい。ということで、アンコール前までの感想は以上ですね。お疲れ様です。改めてね、こう、瀬戸りをね、見直してみると、いやー、なんだこの最強瀬戸りはって感じですよね。はい。それではラスト、あともう少しです。行きましょう。まずね、アンコール後のキャストさん映像が流れます。内容はね、太極拳修行。してきますっていう感じでした。やはりね、シャロンちゃんはおふざけというかもう終始面白かったね。ということで、簡潔に3つ良かったところを紹介します。1つ目、修行中の顔をズームされ、顔だけはプロと言われるフリリン。満面の笑みでダンベルを両手で持ち上げながら歩くシュカシュ。痛いワニ修行で2回連続一発で噛まれるアンちゃん。そしてシュカシュの自動メスコ。最高。いや、これは最高すぎたんで、ぜひ映像頑張ってます。はい。そして、修行したぜからのアンコール一発目。ドラゴンライダーズ。個人的に今回のライブで一番楽しみにした曲ですので、箇条書きで一気に紹介していきます。イントロのベースでもう好き。チャイナドレスかわいい。もっと見てみたい。この目で確かめたい。の振りがすこ。バックモニターに太極拳修行映像流れて笑うんだが。オッケー待ってる。オッケー切ったらなんとかなっちゃう。の振りすこ。デイデイデイすこ。シャローンって言ってたのね。シュカシュのセンス演舞美しい。アンちゃんのヌンチャク演舞強すぎ。勝者、ヨウちゃんのシュカシュの顔が完璧。ニッチもサッチもヨッチもゴッチもノッチもナッチもいかないの。アンちゃんがチカちゃんすぎて可愛い。なんとかなっちゃうのフリリンがフリリンすぎて最高。最後の肝臓の下ペロトラポーズシュカシュで尊し。ということで、いやー無限に聴けるとね、もう余韻に浸る間もなく次の曲マイマイトゥナイト。いやもうマジでこれ最高すぎてもうダメだって。もう個人的な話になるんですが、もう今回のライブで一番楽しみにしていたドラゴンライダーズ、そしてね、アクアで一番好きな曲マイマイトナイト。これが連続で来るなんて思うわけないじゃないですか。無事散りました。あとね、この曲なんといってもルビーちゃんがセンターだったのがまたね熱いですし、本当にもうルビーはもう一人で何でもできるのですね。もうなりますよ。はい。それと、これまたツイッターで知ったんですが、Day1のマイマイは拓也さんコーラスありだったそうで。マジ？いや、もうどんな感じだったの？いや、もう気になる。ね、さっきも言いましたけど、いや、生バンドならではで、いや、こういうのは本当にね、いいと思います。はい。ということで、もうね、最後のね、MC 挟みます。もう我らがあんちゃん、本当いいこと言いますよ。もうね、1年8ヶ月ぶりで、なかなか会えなくて、悔しかった。でも、今回でね、前に進んだと思えたし、きっかけがシャランでも、ギルキスでもアゼリアでもいい。みんなが背中を押してくれて、大きな一歩を踏み出したと思う。ってなったらもうこの先怖いものはないですよ。進むのみでございます。ついてきてくれますか？絶対だよ。もう、
素晴らしいよね。本当にハンちゃん。個人的にはね、もうついてきてくれますか？絶対だよ。とても刺さります。で、最後。近未来ハッピーエンド。もう最後の曲が桜バイバイでバイバイするんじゃなくて、これからの未来はきっとハッピーエンドが待ってるよと、そう思わせるような瀬取りですよ。本当に。ありがとう。そしてこの曲の最後の方、アウトロですね。CYR ラブかなの振りをですね、バンドメンバー一人ずつに振りをしてもらうっていうパートがあったんですけれども、その姿がね、なんというかもう学生のね、文化祭とかでもう生徒にいじられる先生みたいなね、もうそんな雰囲気で、いや、楽しかったですね。もう、そして曲の最後の最後にみんなで一緒にジャンプして終えられたのが本当にいや、前に進んでるなぁと思いましたね。まあちょっとジャンプに関しては、ジャンプいいの？していいの？良さそう。ジャンプっていう感じでちょっと迷ってたんですよね。はい。ということで、シャロンセカンドラブライブ、ここの感想は以上です。長々とお疲れ様でした。はい。最後にですね、まとめに入りたいと思いますが、まずね、今回ね、もう皆さんもう思ったと思います。ソロ曲をやらなかったことね、ちょっと驚きましたが、振り返ってね、瀬取り見ますと、ソロ曲が入る隙間ないよなーというか、まあ入れたらね、逆に不自然で思っちゃうほど、いや、綺麗な瀬取りだったと思いますし、いや、仮にね、3人やったとしても、そうなると花丸ちゃんだけね、ちょっと披露してないことになっちゃうので、いやー、そこもね、あえてやらなかったのかなっていうのをね、ちょっと思いましたよね。アクアちゃんのライブはね、キャストさんの意見も大きく反映されますので、いやー、あえてやらなかったんじゃないかなっていうのは、いやー、思いますよね。そしてね、もう、アクアも、誰一人としてかけてはいけませんし、私たちからしてもね、もう逆にね、もういつかね、ソロ曲が聴ける機会があると、そういうね、生きる希望になったと考えればもう全然いいですよ。はい。そんな感じですね。ソロ曲については、こんな感じで思いました。そして最後、アンちゃんの言葉ですよ。きっかけがシャロンでも、キルキスでも、アゼリアでもいい。またアクアに会いに来てください。それが全てですよ。まあね、個人的な考えを言うとですね、もう今はね、もう魅力的なコンテンツはいっぱいありますよ。そんな中もう一つだけね、追いかけることはもう難しいと思いますし、好きなコンテンツね、たくさんある人に対しても、いや、浮気してるなんて思いもしませんし、何かあってもラブライブからね、離れてしまった人もね、もう憎むとかそんなこともないですし、まあ寂しい気持ちあるんですけどね。私はですね、アクアフォースライブをきっかけにですね、決意したことがありました。もうそれはね、もしラブライブから離れてしまった人が何かのきっかけで戻ってこようとしてるときに、いや、誰もいないのはダメだと。自分くらいはね、もうラブライブの畑でいつでも待ってるよと、いつでもウェルカムだよと、そんな状態にしておきたいと思っています。私のスタンスとしては、私はいつでも来るもの拒まず、去るもの拒まず、ラブライブの畑で私はあなたを待っています。願わくば、あなたがラブライブに触れるきっかけの一部になれたらベスト。そんな感じでやらせてもらっていますので、よろしくお願いします。ということで、最後はね、ちょっと派手な感じになってしまいましたが、まあね、応援できるうちに応援しといた方がもう悔いは残りませんから。ってことで、シャロンサードライブにも期待しつつ、年末の赤ちゃん、ドリーミンコンサートを楽しみにしつつ、もう明日なんですか？アズナライブ。私はね、デイワン現地なので、楽しんできます。ということで、ありがとうございました。シャロン。